それに対して酸素は十分ある。ただ水が少ないよというところでは、猛烈にこうやって根を伸ばして、あんまり高くならないけれど根を猛烈に伸ばすということをやるわけです。それでアフリカにですね、サバンナという状態のところがあります。サバンナというのはアカシアという木がずーっとこう生えてます。でこういうところにキリンがねいたり、シマウマがいたりするわけですが、木と木の間隔が非常に離れています。これが50メーターあるいは100メーターも離れていると。でこういう空いてるところはほとんど木が入ってこれないんですね。なんで入ってこれないかというと、実はここからずっと根が伸びてきて、こちらに伸びてきて、こちらからも根が伸びてきて、こっちに根が伸びる。ちょうど根がここぶつかるぐらいになると、これ以上相手がもうどんどん水を吸ってますから、これ以上先に伸びても水をもらえないですね。だから大体ここで住み分ける。そうすると新しい個体、種が落っこってきて、ここで発芽しようとしても、もうここはカラカラに乾いて水をもらえない。他の木に全部水を吸われちゃう。大きくはならない。発芽はできても大きくなることができない。草は生えることができても大きな木が育つことができない。ですから木と木の間隔が非常に離れている。でこれが乾燥すればするほど木と木の間隔が離れていく。水が多いところ、谷間のようなところだと木と木の間隔はずっと狭くなる。これも、水が、この樹木の密度を決めているということですね。それに対し日本のような、ところ、あるいは熱帯のものすごい雨が降るような、いわゆるタウリンというところですね。タウリン、こういうところではですね、雨がものすごく降りますから、根はお互いにもう交差してます。根は実はタウリンではですね、根はずっと交差しちゃってるわけですね。それが十分に水があるわけです。その代わり光がもらえるのはですね、この下の方は光がもらえないですからね。木と木はちょうどクラウンがぶつかるぐらいのところでここに密度を決めているということですね。乾燥したところではもう樹幹は非常に遠く離れている。日本のような雨が多いところでは樹幹は、ほぼ接する。だけど根はもう交差していると。こちらでは根はギリギリのところで、ぶつかり合いぐらいかぶつからないぐらいでお互いにとどまっていると。こういうですね、水が密度を決める、光が密度を決める、これがその時の雨の量、そういうもので決まっているんだということですね。